インド綿の素敵なコットンが4メートル。この生地がメインのおそろい服。5人家族分できるかな？いよいよ夏休みだ。夏休みは家族旅行に行くことになった。せっかくだから5人お揃い服を縫いたいのだけれど、どうしようかな。どの生地も4メートルくらいで5人分作るには足りなさそうだね。この青いインド綿の生地をメインにして足りない場合はまた考えよっか。問題は何をそれぞれ作るかだよな。いや、問題は時間がないことだ。子供たちが夏休みに入ってなんだかとっても忙しいのだ。まず朝5時半に起きて夫と3人の子供たちのお弁当作り。夫は次女を幼稚園に、私は長女と息子をサマースクールに車で送っていく。サマースクールは長女と息子はそれぞれ違う場所だから大変だ。やっと帰って一息したと思ったら、すぐお昼前の長女のお迎え時間になる。長女のサマースクールは手作り教室。お菓子作りや編み物をしたりするそう。お昼をちゃちゃっと済まして作業して、あっという間に今度は息子のお迎え。息子をお迎えしたらそのままプール教室へ。息子と長女をプールで降ろして次女の幼稚園のお迎えに行き、またプールに戻って終わるのを待つ。プールが終わったら長女と息子はお家に送り届けて、その後次女の習い事があるときはまた送り、夕方ごろすべて終えて帰宅。そんな感じで常にバタバタ忙しい。だから隙間時間でコツコツ少しずつ作業を進めていかないと。4メートルを使ってお揃い服にするために、家族5人それぞれどんなアイテムにするか考えた結果、夫にはハーフパンツ、息子にもハーフパンツ、次女にはギャザースカート、私は水遊び用にショートパンツを縫ったらもう生地はなくなりそうだと思うから、長女にはスカーフのブラウスを縫おう。スカーフをインド綿にしたらいいね。こんな作戦だけど、予定通りちゃんとお揃い5人分できるだろうか。まずは夫のパンツの型紙作りから取り掛かろう。ネットにあった紳士パンツの製図を参考にしつつ、夫用にアレンジしながら作ろう。息子と次女と私の型紙は過去に作ったものを使おう。
長女の型紙はまだ作ってないけど、型紙を置いて切りつつ、陽爵の様子を見てみようかな。今回はブロックプリントのインド面。とっても肌触りが良くて気持ちいい。インド面は夏や海にぴったりだね。とりあえず夫のパンツから切ろう。次は息子のパンツ。夫と息子はパンツという選択肢しかなさそうだったから確定ということでどんどん2人の分は切って、女子たちのは臨機応変に行けるように慎重に陽爵を見極めながら行こう。端子の2着分のパンツをカットできた。余ってる生地はこれくらいか。違う生地を足してワンピースとかにする？やはりシンプルにいこう。なるべく陽爵を使わないアイテムで当初の予定通りで進めてみよう。私のショートパンツを裁断しよう。私のショートパンツを切り終えて、あとこれくらいか。次女は陽爵によってパンツにしなくちゃいけないかな。スカートだとこれくらいの丈か。次女はスカートでいけそうだね。これは数年前に長女に縫ったスカーフスリーブワンピース。長女はこれが大好きで、また作ってとずっとお願いされていたのだけれど、この型紙が130センチしか手元になくて、今身長150センチの長女用に型紙を自分でアレンジして作らなくっちゃ。おまけに袖付きに変更のリクエストだ。
この間作った長女の原型をもとに作っていこうかな。ダーツは全部なくして、脇もを裾にかけて広げよう。後ろ身ごろの肩の後ろ付近にスカーフを挟む仕様だったから、そのように変更しよう。スカーフの型は130センチのものを土台にして少し大きく変更しよう。なんとかスカーフ部分の溶釈がこのインド面の生地で取れれば5人お揃いにできるね。よし、いけそうだ。無事にスカーフ部分が切れた。余ってる生地で次女のスカートのウエストベルトを切ろう。夫のパンツのウエストベルト分は足りなそうだから別布で取ろう。長女のブラウスの身ごろの部分を裁断していこう。白いリネン。これならスカーフが賑やかなインド面でもよく合うし、お揃い服に違和感ないね。5人分の裁断は大変だ。私のパンツの裏地をカットして5人分の裁断は完了だ。さあ縫っていこうかな。でもそろそろお迎えの時間だ。糸があるかチェックだけしとこう。青ありそうだね。よし。どうしても白玉あんみつが食べたくなってしまって、今日は手作りで作って食べよう。
早速どんどん縫っていこう。まずは私のショートパンツから。裏地の脇と股下を縫おう。左右パンツを中表に合わせて股を縫おう。ゴム通し口は縫わないで開けておく。表地を縫っていこう。基本的に裏地と同じく作っていく。裏地と表地を中表に合わせて、返し口を残してウエストを縫おう。返し口から表に返そう。裾を縫おう。裏地の裾を挟むように表地を三つ折りで縫おう。ウエストを縫おう。ゴムを通したいからゴムの通り道もステッチしていこう。ゴムを入れて私のパンツは完成。夫のパンツを縫おう。ポケットを作ろう。ポケット内布を中表に本体の脇とこうして合わせて、ポケット口の傾斜はこんな塩梅かな。ここを縫おう。もう一枚のポケット内布を外表にこう合わせて袋縫いにしていこう。今度は中表で縫おう。脇と股下を縫おう。股を縫おう。股は袋縫いだとゴワゴワするから折り伏せ縫いにしていこう。片側の縫い代をカットしてもう片側の縫い代でこう包んで折って端を縫おう。ウエストベルトを作ろう。
入れたら夫のは完成。今日は次女のギャザースカートを作っていこう。布幅いっぱいに使うから端処理は不要だ。中表に合わせて両脇を縫おう。ウエストにギャザーミシンをかけよう。ギャザーを寄せて、ウエストベルトを作ろう。ゴム通し口は縫わないで開けておく。ウエストベルトをつけよう。裾を縫おう。ゴムを入れて次女のスカートが完成。息子のパンツは前後一体型の簡単な作りのパンツ。あっという間にできるからささっと縫っちゃおう。息子のパンツの股も折り伏せ縫い。最後に長女のブラウスだ。スカーフのタックを縫おう。もう遅い時間だけど少しだけでも進めておこう。スカーフを中表に折って返し口を残して縫おう。カーブに切り込み、表に返そう。これはスカーフを留める胸元のタブ。スカーフを前肩に縫い付けよう。後ろ端を縫おう。
背中心を空き止まりまで縫おう。今日はここまで。よし、長女のブラウスを仕上げよう。スカーフのついた前肩と後ろ肩を袋縫いで縫おう。襟ぐりをバイアステープで処理しよう。脇を縫おう。裾を縫おう。袖を作ろう。袖口も縫ってしまおう。袖をつけよう。後ろ開きはスナップボタン。最後にタブを手縫いで胸元につける。完成です。